こんにちは。エンジニアをしながら絵を描いている沢渡です。今回は楽して絵を描き始める方法をお話しします。皆さんの中には絵を楽しみたいけれど、仕事や日々の疲れでなかなか描く気になれない。それでも少しでも上達したいと感じている方が多いのではないでしょうか。特に社会人だと自由に使える時間が限られているため、絵を描くのが負担に感じることもありますよね。SNS を見ているとみんなが当たり前のように絵を更新しているように見えるかもしれませんが、実際には絵を描き続けることは決して簡単なことではありません。続けるだけでも挑戦と考えることで少し気持ちが楽になるかもしれません。また多くの人が素晴らしいアイディアを持っている一方で、それを実行に移せる人は少数です。この行動するかどうかが成果に大きく影響を与えるとよく言われています。例えばアメリカの映画監督ウッディ・アレンは始めさえすればもう8割は成功したのと同じだと語っています。つまりまずは始めることが大切だということです。しかし、この始めることが一番難しいと感じている方も多いでしょう。そこで今回は絵を描くことに少しでも気軽に取り組むための4つの方法をご紹介します。どれもシンプルですぐに試せる内容なので、ぜひ実践してみてください。まずお伝えしたいのは、一度始めてしまえば続けやすくなるということです。この現象は行動を始めることで集中力ややる気が自然と高まる作業興奮として知られています。これは経験的にも多くの人が実感していることです。ただし、作業興奮という言葉は日本で広く使われていますが、正式な科学用語ではありません。この言葉は意識したことに関連する情報が自然と目に入りやすくなるカラーバス効果と同様に、いわゆる疑似科学の用語と言えます。それでも作業興奮と似た考え方は認知行動療法の一種である行動活性化療法にも見られます。これは行動を始めることで気分が改善され、うつ症状の改善に役立つとされています。このように最初の一歩を踏み出すことが重要で、その一歩がやる気を引き出すきっかけにもなります。それでは本題に入っていきます。絵に取り組み始めるための一つ目の方法は、行動前に儀式を取り入れることです。ここで言う儀式とは宗教的なものではなくて、自分で決めたちょっとした動作や習慣のことです。例えば、プロスポーツ選手も試合前に儀式を行います。元プロ野球選手のイチローさんは打席に立つ前に右手でバットを投手に向けながら左手で袖を引っ張る動作をしていました。この動きはイチローさんにとって集中力を高めるための儀式でした。こうした一見意味のない動きでも集中力を上げたり気持ちを切り替えたりする効果があるのです。実際、近年の研究でも儀式が認知機能や自己コントロール能力を高める効果があることが確認されています。では、絵を描く前にできる簡単な儀式としてメル・ロビンスが提唱する5秒ルールを試してみましょう。このルールは行動すると決めたら5、4、3、2、1とカウントダウンして0になったらすぐ行動するというシンプルなものです。5秒ルールには2つの効果があります。カウントダウンをすることで行動を起こすためのきっかけを作り、スムーズに動き出せます。これが一種の儀式となり、行動へのスイッチが入ります。ロビンスによれば、人は行動を始めるまでに時間がかかると、やらない理由が頭に浮かぶために行動が止まってしまうと言います。例えば、今日は疲れているから明日にしようといった言い訳です。5秒以内に動き出すことで、こうした言い訳を考える前に行動に移せるため、先延ばししにくくなります。ここまでの話を聞いて、本当に効果があるのと疑問に思った方もいるかもしれません。私もそう思ったので、この5秒ルールを実際に試してみました。カウントダウンをすることで、確かにスムーズに動き出すきっかけになりました。しかし、頭の中でカウントダウンするだけでは面倒くさいと感じて動けないこともありました。カウントダウンしている時はじっとしているので、ゼロになってからいきなり動き出そうとすると少し力がいるなと感じたのです。イメージとしては、立ち幅跳びよりも走り幅跳びの方が遠くに飛べるのと同じです。動き出す前に助走になるような小さな動作があると行動に移しやすくなると感じました。そこでカウントダウンのたびに左手で軽く胸をタップするという動作を加えてみました。すると行動のスイッチが入りやすくなり、よしやるぞという気持ちが強まりました。このように自分なりの動作を加えるとさらに効果が強まるように思います。皆さんも自分に合った動きを見つけて行動のきっかけとなる儀式を作ってみてください。絵に取り組み始めるための2つ目の方法は、すぐに絵を描き始められる環境を整えておくということです。絵を描こうと思ったのに準備が面倒でやる気がなくなってしまったという経験はありませんか？環境を整えることで、このやる気の壁を減らし、スムーズに絵を描き始められます。
心理学者ショーン・エイカーは20秒ルールという考え方を提唱しています。これは行動を始めるための準備時間を20秒短くすると、その行動が習慣化しやすくなるという方法です。つまり、絵を描き始めるまでの準備時間を短くするほど、自然に絵を描き始めやすくなるのです。次に、私が実践している絵を描き始めやすくする環境づくりのポイントを紹介します。どれも簡単な工夫なので、ぜひ試してみてください。1、道具を決まった場所に置く。ペンやタブレットはいつも同じ場所に置き、すぐに手に取れるようにします。こうすることで、書こうと思い立った時にすぐに作業に取り掛かれます。2、ペイントソフトをすぐ開ける状態にする。パソコンの起動時にペイントソフトが自動的に立ち上がるように設定しておくと、すぐに書き始められます。Windows での設定方法は、マウスコンピューターによると次の通りです。ステップ1、スタートボタンを右クリックします。ステップ2、ファイル名を指定して実行をクリックします。ステップ3、ファイル名を指定して実行ウィンドウが開いたら、名前の入力欄にシェル・スタートアップと入力し、OK ボタンをクリックします。ステップ4、表示されたスタートアップフォルダに、クリップスタジオやフォトショップなど自動で起動させたいソフトのショートカットを入れておきます。これで次にパソコンを起動するときから自動的にペイントソフトが起動する準備が整いました。3、ファイルの保存ルールを決める。作成した絵を保存するときに迷わないように保存場所やファイル名を決めておきましょう。いちいちどこにどんな名前で保存しようか考える手間がかかると、絵を描く気持ちにブレーキがかかってしまいます。そこで私の場合は、例えば今年は2024年フォルダの中に月別のフォルダを作り、その中に作品をシンプルにナンバリングして保存するというルールを作っています。そうすると、後で見返すときにも便利です。最初は少し手間に感じるかもしれませんが、環境が整えば意志力を使わずに自然と絵を描き始められるようになります。絵を描き始めるハードルが下がると習慣にもつながりやすいので、ぜひ試してみてください。絵を描き始めるための3つ目の方法は、悪い流れを断ち切ることです。絵を描こうと思っても、なかなか手が動かず、ついネットサーフィンや SNS をだらだら見てしまうことありませんか？私も頭では、俺何してるんだろうって思いながら、つい時間が経ってしまい、自己嫌悪に陥ることがあります。このような状況だと、そもそも5秒ルールを始める気さえ起きなかったりします。こんな悪い流れに気づいたら、それを断ち切ることが大切です。ちょっとしたコツを使うだけで、気持ちを切り替えやすくなります。心理学者のスミスによれば、気分が落ち込んで動けなくなった時に、メタ認知を使う方法が効果的だとされています。メタ認知とは、自分の考えや気分を少し引いて客観的に捉える能力のことです。例えば、SNS を見続けてしまっている時、またダラダラしているな、と気づくことで、その状態から抜け出すきっかけが生まれます。このように自分の状態を冷静に見るだけでも気持ちの切り替えがしやすくなります。気分が落ち込んでいると頭の中で同じことを繰り返し考えてしまうことがあります。これを反数思考と言い、考えすぎることで気分がさらに沈んでしまう原因にもなります。この思考のループを断ち切るために次のような動作を取り入れてみましょう。反数思考に気がついたら片手を前に突き出してストップと言ってみてください。少し馬鹿らしく感じるかもしれませんが、この動作をすると意外と気持ちが切り替わります。体を動かすことも効果的です。椅子から立ち上がって背伸びをしたり、軽くその場で歩いてみましょう。体を動かすと気分が変わり、集中力が戻りやすくなります。悪い流れは、まず気づいてシンプルな動作で断ち切ることが大切です。こうした小さな動作を取り入れることで、気分がリフレッシュされ、絵を描く気分に切り替わります。ぜひ試してみてください。絵に取り組み始めるための4つ目の方法は、今、目の前のタスクだけに集中するということです。絵を描き始めても、うまく描けるかな？この先どうしようなど、他のことが気になって集中できない時がありませんか？そんな時に役立つのが、今、目の前のことだけに意識を向けるという方法です。私たちはよく過去の失敗や未来の不安にとらわれがちです。ですが、今、目の前の絵を描くことだけに集中すると決めることで、余計な雑念を断ち切り、絵を描くことに集中しやすくなります。最近よく聞くマインドフルネスのこうした今に集中する方法です。ここからは今この瞬間に集中するための簡単な手順をお伝えします。まず、今絵を描くことに集中すると決めることです。まずは頭の中で今だけ絵を描くことに集中しようと自分に言い聞かせましょう。これが集中のスタート地点です。次に意識する対象を絞り込みます。例えば、顔の形を描くとか、ペンを動かす感覚に集中するといった具合に意識を向ける対象を具体的に絞ります。意識が曖昧だと考えが散らかりやすいので、集中の対象をシンプルにするといいです。最後に他のことが浮かんだら気づいてまた戻すです。集中している時に他の考えが浮かんでも心配はいりません。
今他のこと考えてたなと気づいたら、また目の前の絵に意識を戻しましょう。これだけで集中力が少しずつ高まっていきます。これは呼吸に意識を向けるマインドフルネス瞑想をイラストに応用した方法です。個人的なコツとして、ロボットになったつもりで目の前の動作だけに集中するのもおすすめです。絵を描くとき、考えることに意識を向けていると、どうしても感情や余計な考えが出てきてしまいますが、目の前の動作にだけ意識を向けると決めて、手や目の感覚に集中することで余計な雑念が減り、絵を描くことに没頭できます。この方法を使うと、今この瞬間に集中しやすくなり、絵に取り組みやすくなります。気軽に試してみてください。最後に、今日お伝えした内容を実践する際のポイントについてお話しします。何か成果を上げたいと思っている方も多いと思いますが、実はその成果は毎日少しずつ積み重ねていくことの延長線上に生まれるものです。このチャンネルも2024年の目標として月に1本動画を投稿すると決め少しずつ続けてきました。骨折で療養していた期間以外はコツコツと動画制作に取り組んできた結果、前回投稿した動画が急に多くの方に見てもらえるようになりました。すぐに成果が見えないと、この積み重ねに意味があるのかなと思うことがありますが、続けることで、ある日突然大きな結果が現れることもあります。どうか、今目の前にあることを積み重ねることを大切にしてください。それでは、今日の動画の内容をまとめます。今回は、楽に絵を描き始めるための方法として、始める前の儀式を取り入れること、すぐに描ける環境を整えること、悪い流れを断ち切ること、そして目の前のタスクに集中することについてお話ししました。画力だけではなく、こうして工夫をすることでイラストを描くときのパフォーマンスが大きく変わってきます。このチャンネルではイラストに関する悩みを解決し、初心者から中級者の方へのヒントになる内容を発信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。